第27話消えた女性。目の前を女性が横切ったように見えた。でも目を凝らしたら誰もいなかった。ただそのうぐいす色のワンピースが妙にまぶたに残った。俺はその女性が消えた方角に目をやる。すると雰囲気の良いカフェの看板が目に入った。近寄ってみたらコーヒーの香りがした。俺はその香りにつられるようにカフェの扉を押した。いらっしゃいませ。中からマスターらしき人物の声が出迎えてくれた。そのまま俺は中に入ってカウンターに腰をかけた。こんなところにこんなカフェがあるの知らなかった。少し通りから離れていますからね。でも何度も近くを通ってたんだけどな。そうですか。マスターは静かな笑みを浮かべる。ブレンドを。承知いたしました。俺は今年大学に入ったばかりの19歳。ここは駅から大学まで行く途中の道。でもこのカフェには全然気づいていなかった。いつもこの筋には入らないというのもあったのかもしれないけど、俺は店内をぐるっと見回す。ねえ、さっきここに女の人入ってこなかった？うぐいす色のワンピースを着た女の人だけど。さあ、ここ1時間、どなたも入店されていませんよ。そう？確かに、さっき見たワンピースの女性はいない。でも、そのワンピースの色が気になるのは、本当は他に理由があるのだ。あの時見た女性の服の色もあんな色だった。もう8年ほど前になる。その時、俺は小学校5年生だった。学校の帰りで、俺は先日買ってもらったばっかりのゲームがしたくて、家までの道を急いで帰っていた。そこは信号のない横断歩道で、いつも注意して渡るようにと親には言われていたけど、その時は気持ちが流行っていたせいで、そのことをすっかり忘れていて、角を曲がると、そのまま止まることなく横断歩道を突っ切った。そうしたら、大きなブレーキ音がしたと思ったら、車がすごい勢いで壁にぶつかった。飛び出した俺を避けたためだというのは明らかだった。足がすくんだ。運転席には俺の母親よりは上だろうと思われる年齢の女性が頭から血を流していた。その女性が着ていた洋服がうぐいす色だった。でも俺はその場から逃げた。僕のせいじゃない。その時はそんな思いばかりが頭の中で旋回して、ただただ怖かった。そうしたらその車を運転していた女の人が死んだということを後になって知った。もっと怖くなった。誰かがお前のせいだと言いに来るのではないかと
毎日怯えていた。でも、誰も来なかった。誰も見ていた人はいなかったのだ。そうして今に至るまで、俺はそのことを誰にも話していない。どうぞ。目の前に置かれたコーヒーに、ハッとした。ありがとう。大丈夫ですか？お顔の色が優れませんよ。大丈夫です。俺は、あれからずっと、あのうぐいす色の服を見ると、怯えてしまう。俺はそっと、そのコーヒーを口に運ぶ。香ばしい香りが、口の中いっぱいに広がって、ちょっとほっとした。そしたら、斜め後ろから視線を感じた。振り返ったら、店の隅の席に、うぐいす色のワンピースを着た女性が座って、コーヒーを飲んでいた。うわっ！俺は思わず立ち上がった。すると女性はこっちを見上げてニッと笑った。やっと会えたわね。